IT エコーには、VFM と、IVPD が含まれているということなんですけど、まず VFM っていうのはどういったところを目指しているんでしょう？ありがとうございます。ベクターフローマッピングは実は血流解析としては非常に歴史が長く、カラードップラーの超音波はビームに向かってくる方、遠ざかる方の一つのディレクションしかないけど、それをクロスビームの方向で連続の式を解くと心内の血流がベクトルで、横向きのフローも分かると、いうのがその当初としては画期的だったというふうに思われているんですが、その後、それの実用について特に定量評価とかっていうことに関して言うと、先ほど申しましたようにエコーというのは簡便なスキャンのマシンなので MRI のようなフルボリュームの定量ということにあんまり向いていない部分があって、じゃあ心臓の中で渦がたくさん見えるけどそれって一体何なんだみたいな議論がずっと終結しないまま延々と、どこに向かうかわからないまま終わってしまっているというところがあります。ここから先はその後徐々に時間を追って、お話をしていくことになると思いますが、しかしながらやっぱりスキャンのマシンであるということを考えると、その渦流のパターンとかっていうことについて、より詳細に、正確にこのパターンは非常に心因機能が良くなっていくパターンだけど、このパターンは血流の効率が悪くなって崩れていくというようなパターンが存在するというふうに僕自身は思っています。現在まだ論文投稿中で特許申請中ですが、京都大学の数学の先生、坂城先生という方ですが、その方と一緒に渦流の幾何学ですね、トポロジーといいますが、それについての新たな発見があります。今後その機能をベクターフローマッピングの中に載せていって、渦のパターンを明確に識別すると。あたかも血液やバイオロジーのサンプリングから DNA の遺伝コードを読んでいくように、渦のパターンをダーッと機械的に読んでいって、このパターンがこう変わったからここの部分がこう変異したから悪くなったとか良くなったとかっていうふうなことを、スキャニングマシンとして目指していこうというふうに考えている開発途上のソフトウェアです。で、現在ベクターフローマッピングそのものの機能のコード設計それや実装に関しては宮崎先生非常に簡便に組まれていると思いますが、今後その付加的な渦パターンの分類だとかそういうことを考えて開発のコンセプト、それから開発実験等をどういうふうにやっていきたいというエンジニアリングのビジョンがありますか？エコー VFM って先生のおっしゃったように簡便に取れるっていうところが一番強いところかなというふうに思うので、そうですね、将来的には本当にエコーの装置に乗っけるっていう方向で開発を進めていけるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思っています。もうその場で当ててそのまま渦が見えて、で先生がさっき言ったトポロジーが判別できてっていうところを目指していきたいなっていうふうに考えています。ですので、ちょっとその本当に技術寄りの話にはなってしまうんですけど、何にでも移植できるっていうところにはしたいなっていうふうに思っています。なので Windows に縛られず何にでも使えるっていうところですかね。そうですね、はい、情報量が限られると、計測断面とかに限られるというのは決して悪いことではないです。で MRI に比べて時間分解能が高いので、よりダイナミックな血流が分かるというのはエコーの特徴だと思います。そんな中で本質的に乱流って何なんだとか、安定性のある渦流って何なんだとか、そういうことを見定めていくっていうのは理論物理学的な側面を有しているというふうに思いますが、同時にそのことはサイエンティフィックな現象の本質でもあるので、医学的には病態の本質というところから大きく外れないであろうというふうに思っています。そういう意味ではこのソフトウェアに関しては医療機器としての安定性だけじゃなく
て、多くの物理学、数学、それから医学の研究者がより参入しやすいというものにしていきたいというふうに思うんですが、開発の観点からそういうその研究者が参入しやすいものにするということに関してはどういうことを想定しますか？まず参入のために間口を広げるっていうところが大事かなと思います。今ですね、弊社のソフトウェア GE のものしか対応できていないんですけど、これをいずれはシーメンスとかフィリップスとかいろんな会社のデータでも解析できるようにっていうところは進めたいと思います。で、もう一つはですね、やっぱり渦流ってみんななかなか見慣れてないものだと思うんですね。でここの部分をもうちょっとですね分かりやすくクライアントの先生方に説明できるようなものを提供していきたいなというふうに思っています。先生、さっきその遺伝子検査みたいに渦のトポロジーを見るっていうふうにおっしゃっていたんですけど、どういったものなんですか？トポロジーっていうのは、はい、幾何学形状の質的な違いなんですよね。こう丸いものがこう2つに分裂するとか、球状のものに穴が開いてドーナツ状になるとか、そういう違いを議論するのがトポロジーで、当然渦があればその渦と渦のその分解例というか境界があって、それをつなぎ合わせる点があってというふうなものがあって、それらのその幾何学的な変化というのは非常にその渦の特性を決める上で、キーとなるものであろうというふうに思っています。そういうのがトポロジーです。なるほど。非常にその渦を解析する上で強力なものであると同時に、なかなか初めての人には分かりにくいものなのかなっていうふうに思います。こういうところをうまくですね皆さんに分かってもらえるようなところを用意していきたいなというふうには思っています。